皆さん、こんにちは。暗号資産女子コインキャッツのビビです。今日は最近コインキャッツが注目しているプロジェクト DOP がテストネットを公開したということで、今テストネットを使っておくと、後から DOP のエアドロップがあるようなので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてくださいね。DOP とはデータオーナーシッププロトコルの頭文字を取った名前で、ブロックチェーンにおけるプライバシーの問題を解決する技術です。今回その DOP がテストネットを公開して、私たち一般ユーザーでも試しに使ってみることができるようになりました。しかも課題をクリアすると DOP のエアドロップがあるということだそうなので、ぜひやってみたいと思います。今回はパソコンの画面で行いますが、スマホからでも作業することができます。しかも特に資金の用意は必要なく、テスト用のコインをもらって課題をクリアすることができるので、ぜひやってみてくださいね。必要なのはメタマスクと、Twitter のアカウントがいります。では、早速始めてみたいと思います。この動画の概要欄にテストネットへのウェブサイトのリンクがありますので、そちらからアクセスしてください。アクセスするとこのような画面が出ます。チェックマークを入れます。そしてこちらに E メールアドレスを入力します。入力したら Continue をクリックします。このような画面になったら、まずは DOP ウォレットというものを作成していきますので、左側の Create ウォレットを押します。こちらで今後この DOP ウォレットにログインするときのパスワードを作成していきます。特に文字の種類や大小などの指定はないようですが、なるべく人に分かられないようなものにしましょう。こちらのマークを押すと入力した文字が見えますので、合っているかどうかチェックをしてから進みましょう。チェックができたらサブミットをクリックして進みます。するとこちらにシークレットリカバリーフレーズが表示されます。これはこのウォレットが金庫だとすると、その金庫の鍵となるものです。これは個別に違っていて自分にしか表示されないものです。なくしてしまったり第三者に渡してしまうと、中の資産が取り出せなくなったり盗まれたりしてしまいますので、絶対に他の人には見られないように正しくメモを取って保存しておきましょう。こちらのボタンからこの12個の単語をコピーすることもできます。この12個の単語をメモすることができたら、こちらの Verify を押して進みます。そして先ほどメモを取った12個の英単語をこの中から1番から順番にクリックしていきます。ここで先に試して分かったことなのでちょっと注意なんですけれども、これで順番を間違えてしまうとやり直しができません。そして画面を戻るとですね、違うリカバリーフレーズが表示されて、そこからやり直しになってしまうので、ここの順番は間違えないように気をつけてください。万が一間違えてしまった場合も、一回画面を戻って、また新しいリカバリーフレーズをメモして、そちらのテストをして進むようにしてください。では、順番に選んでいきたいと思います。順番にクリックすることができたら OK, I'm done を押して進みます。これでウォレットを作成することができました。Continue をクリックして進みます。そうしますと、このように秘密鍵が表示されます。これも DOP ウォレットの大切な鍵となりますので、絶対になくさないように、そして人に知られないように保管しておいてください。右のボタンを押すとコピーができます。秘密鍵を控えたらダウンをクリックして進みます。ここでウォレットを開くために最初に作成したパスワードを入力して進みます。アンロックをクリックします。スタートを押します。ここから自分のメタマスクを接続していきます。こちらに書いてあるのは、このテストネットを利用することで、今後 DOP のエアドロップをもらうことになるんですが、その受け取りが少し先になるので、接続して使ったウォレットを絶対なくさないようにしてね、覚えておいてねというようなことが書いてあります。メタマスクマークをクリックして進みます。メタマスクが起動しますので、次へ接続、ネットワークを切り替える。これでテスト用のネットワークに切り替えます。はい、こちらが DOP のウォレットでテストネットと書かれてますね。テストネットというのは、正式にリリースする前にお試しで製品を使うことができます。
ではこちらのページでエアドロップを受け取るための7つのステップがありますので、順番にやっていきたいと思います。まず1つ目は X、旧 Twitter のフォローです。こちらのボタンをクリックします。そうするとこのような画面が出てきて、右上に紐付けたい Twitter のアカウントかどうかを確かめることができます。もしログインしていない場合は、この画面でログインをすることができますので、ログインして進みましょう。このような画面になったら、連携アプリを認証をクリックします。そうすると画面が変わりましたね。次に X をフォローするためにこのボタンを押します。このような感じで DOP のアカウントが表示されますので、私はもうフォロー中でしたが、まだだった場合は、このようにフォローという文字になりますので、フォローします。そしてテストネットの画面に戻ります。そうしますと、このようにフォローできましたということと、あとこちらの英語に書いてあるのはですね、DOP がエアドロップされるのが来年の1月から3月ぐらいということなのですが、その時、その配布前にスナップショットという感じで、この人は配る資格があるかどうかっていうのをチェックするそうです。で、そのデータ上で、その時点でフォローされてない、フォローが外されている場合は、配布されないということでしたので、フォローは今回だけのためにということではなく、外さないでしておきましょう。で、こちらにチェックを入れて、Done を押します。はい、これでステップ1終わりです。次、ステップ2に進みます。こちらはテストネット用のイーサリアムを受け取ります。こちらのクレームを押してもらっていきましょう。はい。このような感じで画面が変わってちょっと戻ってみますが、ステップ2が緑になりましたので、これでもらえています。確認をしたい場合はメタマスクを開きます。で、そうしますと、トークのとこですね、に行くとこのように、セポリアイーサというテスト用のイーサネットが 0.08 受け取れていることが確認できます。特にこちら確認しなくてもここが緑になっていれば問題ありません。次はテストネット用の DOP というのを受け取ります。これは DOP というのはこのプライバシー技術を使うため、ブロックチェーンの送信履歴に服を着せるためのこのウォレットの機能を使うために必要になってきます。これもテスト用のものをもらっていきましょう。クレームを押します。メタマスクが開きますので、確認を押して進みます。この時少し混雑をしていたり、環境によっては時間がかかる場合がありますが、焦らず処理が終わるのを待ちましょう。ここで画面戻ったりするとごちゃごちゃになるので、何もせず待ちます。はい。これでステップ3も終わりです。簡単ですね。ちなみに、今回は解説のためにこのように一個一個止まりながら進んでいますが、できる方はどんどん進んでいただいても大丈夫です。で、ちなみに DOP というのも表示させることができます。ここに書いてあるのがテスト用の DOP のコントラクトアドレスといって、こちらを使ってメタマスクに追加すると表示させられます。一応やってみますね。このメタマスクマークを押します。トークン追加。これで確認してみると、DOP、テスト用の DOP が入ってますね。では、ステップ4に行きます。今回、試しにこのプライベート機能を使ってみるためのテスト用の資産を受け取ります。自分の資産をブリッジなどして使わなくても、このようにテスト用のコインで試せるので、とても楽だと思います。で、受け取りたいコインがいくつか、これ DOP で今のところ使えるコインの種類のようですが、こちら好きなものを選んで行うことができます。ちょっと今回 USDT にしてクレームボタンを押します。確認を押します。はい、こちらで受け取れました。こんな感じですね。これも同じようにこちらからトークンを追加することができます。なんと1万ドルももらっちゃいましたよ。もちろんですけど全く価値がないので、引き出したりとかっていうことはできないので覚えておいてください。ではステップ5です。エンクリプトアセットと書いてあります。こちらがいよいよ DOP のプライバシー機能を使っていくものになります。今もらったテスト用の USDT をプライバシー化して外部の見せたくない人には見せないというようなことができるようになります。ゲットスタートをして始めます。この DOP アドレスは触らずにセレクトトークンで今もらったコインを選びます。で、アマウントというのはプライバシー化したいコインの枚数です。ちょっと今回は1万枚全部やってみますね。
これは何枚でも構いません。入力したらエンクリプトを押します。コンファームを押します。こちらで最大ボタンを押して次へを押します。承認を押します。またメタマスクが開きますので確認を押します。はい、これでエンクリプトができたようです。クローズを押して進みます。はい、次にステップ6に進みます。次に今エンクリプトしたコインを送るというのがタスクだそうです。ゲットスタートから始めます。センドという画面になりましたら、こちらの DOP アカウント、こちら通常は送金先のアドレスを入れますが、今回はテスト用のアドレスがあるようなので、こちらをクリックして入力しておきます。でこちらはこのように送るコインの種類を選びます。今回は USDT ですね。そしてこちらは送る枚数です。ここで注意点なのですが、この次のタスクでもこのコインを使いますので、コインを残しておきましょう。今回は半分の5000にしておきたいと思います。センドを押します。コンファーム。メタマスクが開きますので最大を押して次へで承認。もう一度立ち上がりますので確認を押して進みます。はい、これで送ることができたようです。クローズを押して進みます。OK。はい、では最後の7つ目のステップになります。デクリプトアセットと書いてあるので、これは先ほど暗号化したコインを逆に暗号の解除ですね。また見えるようにするというものになります。ゲットスタートを押して進みます。デクリプトの画面です。ここは触らなくていいので、この2番目のところでまたコインを選びます。これ先ほど残しておいたコインですね。ここにデクリプトする枚数を入れます。これは何枚でも構いません。今回はちょっと3000にしてみます。こちらにパスワードを入れます。最初にご自身で決めたパスワードを入力してください。入力したらデクリプトを押します。コンファーム。確認を押します。これでデクリプトができたようです。クローズを押します。はい、これで7つのステップが全部クリアすることができました。こちらに DOP プロジェクトの公式のウェブサイトや X、Telegram、Medium、YouTube などのチャンネルのリンクがありますので、ぜひこちらもフォローして情報を取っていくといいんじゃないかなと思います。段で閉じます。そしてここに大切なお知らせということで、将来的に DOP のエアドロップを受け取るときは、このサイトからまたクレームということで自分で引き出す作業のようなんですが、その時に使うのは今回接続したウォレットアドレスと同じものでないといけないということなので、ご自分がどのアドレスで接続したかというのを忘れないように控えておくようにしましょう。こちらに Your Wallet Address と書いてありますが、ここに書いてあるアドレスはこの DOP ウォレット自身のアドレスとなります。今回接続して使ったメタマスクのアドレスとは別のものになりますが、どちらも DOP のエアドロップを受け取るのに必要なものになりますので、なくさないようにメモをしておきましょう。ちょっと画面の上に戻ってみますね。このように 100% になってステップを全部コンプリートしたことがわかります。これでエアドロップをもらう条件クリアです。ちなみにエアドロップはこちらにも書いてある通り、だいたい2024年の Q1 ということなので、来年の1月から3月ぐらいの間を予定しているようです。ですので、それまで少し時間がありますので、先ほども言ったように、どのアドレスかということを忘れないようにしておきましょうね。また、こちらにリファラルリンクというものがありまして、紹介コードですね。こちらを使って DOP のテストネットを広めた方にはより多くのボーナスがもらえるようですので、マナーを守りながら活用してみてください。はい、こちらでエアドロップを受け取るための作業は以上となります。Twitter のアカウントさえあれば資金を用意しなくても簡単にできると思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。